こんにちは、あわです。今回は以前に組み立てたクモハ51と共に走らせる車両としてクハユニ56を組み立てていきます。こちらには自作の前照灯と微灯、室内灯を導入していきます。今回は前照灯、微灯の組み込み前までの工作となります。まずはパッケージを開封していきましょう。普通車と郵便荷物車を兼ねた車両で見た目の武骨さが魅力的です。前面は2種類あり、リベット付きとなしを選択できます。屋根と床板と屋根上パーツはグレーの成型色です。そして床下機器と窓ガラスパーツ、メイトが付属しています。では説明書を確認しながら組み立て作業を開始です。まずは窓の H ゴムを塗装していきます。今回はガンダムマーカーのグレーを使用していきます。クモハ51ではエナメル塗料を爪楊枝で塗っていきましたが、ムラが大きく荒れてしまったためガンダムマーカーを試すことにしました。H ゴムの塗装完了です。グレーが暗くて分かりにくいですが、それなりに綺麗にまとまりました。H ゴムの塗装を終えたらボディを切り出してバリの処理を行います。前面のパーツは後でテールライト用の穴開けを行います。今回のクハユニ56は成形のバリも多めでした。バリ処理を終えたら窓ガラスパーツを接着していきます。クハユニ56は荷物車、郵便車部分の窓は柵付きとなります。他にも曇りガラス部分もあり、窓ガラスパーツが3種類含まれています。マニやお湯などの客車キット不足のガラスパーツと共用なので、余剰分は保管しておくと使い道もあって便利です。前面は半流線形のため窓ガラスパーツの接着が少し手間です。前面窓の接着剤が乾燥するまでクリップで固定しておきます。側面は窓ガラスの種類に気をつけながら接着していきます。普通車客室部分の窓には透明プラ板のガラスパーツを接着します。接着にはクラフトボンドを使用します。説明書ではゴム系接着剤推奨。今回もボディ内側は平らなので窓ガラス接着はお手軽ですね。普通車客室のつま面側の片方は曇りガラスとなります。クハユニ56は曇りガラスは1枚だけです。こちらもクラフトボンドで接着します。続いて郵便荷物車側の窓ガラスを接着していきます。ガラスパーツの柵模様が見えるように映像を大幅に拡大しています。このガラスパーツは柵模様の印刷面が車内側に来る向きで接着します。これは印刷面側は印刷によるわずかな凹凸があるためです。こちらもクラフトボンドで接着します。クラフトボンド乾燥後にタミヤの流し込みセメント緑キャップで補強します。これで窓ガラスの固定の完了です。次は屋根の製作に入ります。先にバリ処理を済ませました。接
説明書によるとベンチレーターの取り付け間隔は均等ではありません。しかし屋根裏のガイドは均等配置となっています。そのためベンチレーター取り付け用の穴開けの位置をマークする必要があります。中心がずれないようにまずは屋根裏ガイドの位置を屋根上にマークしました。このマークの前後に説明書記載の間隔で穴開け位置をマークしていきます。穴開け位置のマークはガンダムマーカーの墨入れペンを使用しています。これはガンダムマーカー消しペンで簡単にマーク箇所を消せるためです。マークした箇所をピンバイスで穴を開けていきます。ベンチレーター用の穴は直径 2mm ですが、最初は 0.5mm のドリル刃で屋根裏に設けられているような穴開けガイドを作成します。ガイドとなる穴開けが完了したら 2mm のドリル刃を使用します。今回の旧型国電組み立てでは電動ドリルが大活躍しています。一通り穴開けを終えましたが、バリの処理も兼ねて反対側からももう一度ドリルを通しておきます。屋根の表面と裏面と両側からドリルを入れておくことでベンチレーターが押し込みやすくなります。次は加藤の旧型国電用ヘッドライトの組み込み用の穴を開けます。こちらも 0.5mm の穴を開けてから広げていきます。少し角度のある位置なので穴開けしにくいですね。1mm 強の穴を斜め向きに開けておく感じになります。穴を開けたらヘッドライトを取り付けます。裏側にライトのプリズムがしっかり出ているかも確認します。正面からの見た目なども確認し、問題がなければ一旦外しておきます。次はヘッドライトの両サイドにステップを取り付けます。とても小さく接着しにくいため瞬間接着剤を使用します。瞬間接着剤を屋根側に少量塗布しておきます。はみ出した瞬間接着剤は後でヤスリで削り落とします。瞬間接着剤を塗布した箇所にステップを置いて接着完了です。こんな感じで削れば接着剤のテカリを落とすことができます。ステップの取り付け後に屋根を塗装します。ガンダムマーカーのグレーを吹き付けて簡単に済ませます。先ほどの瞬間接着剤のはみ出した箇所の削り跡もこれでごまかせます。次はベンチレーターを取り付けていきます。押し込んでしまえば簡単には外せません。次はヘッドライトを取り付けます。こちらも流し込み用のセメントで屋根裏側から接着固定します。穴に隙間があると光漏れが起きるため、後ほど屋根裏側を再調整する必要がある前提で作業を進めています。組み込む予定のライトでヘッドライトを照らしてみます。通電させた状態の LED にヘッドライトのプリズムを寄せてみます。無事プリズムを通したライトを確認できました。窓ガラスパーツの固定が完了した前面の加工に着手します。こちらはテールライトを組み込むため尾灯の位置に穴を開けていきます。 0.5mm のピンバイスで穴開けを開始。
次は裏面からタバサの旧型客車用テールライトのプリズムを組み込みます。真鍮製の筒を前面の裏側に固定し、その筒の中にプリズムを差し込むような構造となります。真鍮の筒はクラフトボンドでボディに接着しておきます。続いてテールライト用のプリズムへの同行用にアクリル板を用意します。左右のテールライトに届き、ボディ内に収まる長さにカットします。アクリル板を削って LED の砲弾が収まるくぼみを作成します。これでヘッドライト、テールライトの組み込み準備完了です。動画前編はここまでです。ご視聴ありがとうございました。